コメント欄でめっちゃせっつかれてた。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、大変お待たせした、ムーンドロップのクワークス。ムーンドロップ最低価格の1台にして、SNS などでバズったせいか、現在在庫枯渇中の一本だ。SNS で話題になる直前にポチってたんだが、一般層からも受け入れられる価格や、小型で装着しやすいハウジングなどの親和性も、ここまで流行った理由だと思う。詳しく見ていこうか。このクワークス、中国のブランド、ムーンドロップが販売するイヤホンなんだけど、いつもこのチャンネルがせっせとレビューを書いている、ハイブリッド型、いわゆる中華イヤホンじゃないと低価格で見られない高性能イヤホンじゃなくて、国産イヤホンと同じ、1発の普通のスピーカー。ダイナミックドライバだけを採用したモデルだ。国内で人気になってるブランドだと、ファイナルの E シリーズと同じだな。日本では長らく、2010年代の後半くらいから、ファイナルの E シリーズが長くヒットし続けているんだけど、その E シリーズに採用されているのと、ほぼほぼ同じ大きさのドライバが採用されている。つまり、国産モデルと同じ土俵で戦ってるイヤホン、というわけだ。ケーブルや外装に関しても、国産モデルの仕様に近い、断線に配慮した、太めのケーブル、リケーブルはできない。イヤホンから直接ケーブルが生えているタイプ。ケーブル表面の加工も一般的で、結構タッチノイズも発生しやすいので、一度メガネみたいに耳の後方から耳の上を通してケーブルを耳掛けすると、タッチノイズに悩まされることが少なくなるぞ。装着感に自由度を与えるのが、シンプルなハウジング、6mm のダイナミックドライバとほぼ同様の形状をしていて、イヤーピースを小さくして、積極的に耳の奥にグイグイ押し込める。透明で、ノズルまで含めてプラ製だ。このシンプルで小型な本体のおかげで、装着に自由度がある。おまけに、透明なハウジングの中には、いかに無駄な空間がないのかが一目でわかる。金属色の部分が、6mm のダイナミックドライバだ。いっそ潔いシンプルさで、正直見てくれだけで言うと、2000円のイヤホンとして相当なチープさなんだけど。でも、このイヤホンが話題になってるのは、音質部分だよな。それ以外の付属品もシンプル。3サイズ1セットのイヤピと、それからポチ袋だけ。パッケージも小さい上にベッコベコだったのはちょっと笑った。外装だけ見れば、価格相応、いや、価格以下と感じる人もいるかもしれないクワークスだが、その、バッサリと外装を取り繕うのをやめたことによって浮いたコストは、すべて内装に集中する。採用されているのは、6mm のダイナミックドライバー。このサイズのドライバー、最近だと低価格モデルであんまり見かけない。ここ最近、おすすめの低価格イヤホンとしてピックアップしてるの。だいたい 10mm とか 8mm とかのドライバーが多いんだよな。どちらかというと、完全無線イヤホンでよく見かけるドライバーだ。クワークスが人気なのは、このドライバーに全振りしているからで、見た目のチープさからは想像ができない音色が出る。6mm のダイナミックドライバーは、一般的に高音の細やかな表現が得意で、低音の量感表現が苦手。サイズがよりでかいほど、低音の表現力は細かくなっていく印象だ。それじゃ、いよいよ音色を見ていこうか。クワークスの音色は、どこかで聞いたことがある。サウンドピーツの初期の 6mm モデルとか、こんな音じゃなかった？それを、有線イヤホンブランド、ムーンドロップのブランド開発力で仕上げたのが、このクワークス、というのが第一印象だ。同じ、小さな 6mm クラスのダイナミックドライバーを採用するファイナルなどの有名モデルと比較すると、クワークスは、より聴いていて楽しい高音域の強調、低音域の強調に重点を置いている。この小型のドライバーがもたらすメリットも大きい。ぜひ、普段使っているイヤピより、小さいサイズのイヤピを選んでほしい。で、そのまま耳の奥までグイッと押し込むのだ。耳の中で反響する空間を縮めることによって、ドライバーのダイレクト感が生じる。クワークスのような小型ドライバー機では、このダイレクトに音が伝わる感じは、強力な利点だ。特に、高音域がはっきりとしているクワークスは、E1000や3000と比べて、ダイレクト感が強い。また、軽量小型なので、耳への装着感はイヤピの圧迫感くらいだ。この装着の負荷の少なさ、小型ドライバーをより奥深く挿入できるデザイン。それが、クワークスを大人気にした、音色的に一番重要な要素なんじゃないかと思う。クワークスは、スポンジのような素材。高音を減衰させるダンパーの働きによって、明瞭さを保ちつつ、高音域の刺さりを防止する。ここまでちゃんとやってる低価格モデルは本当に少ない。5000円クラスのおすすめ1ダイナミックドライバーイヤホンに肩を並べる完成度だ。また、面白いのが、完全密閉のハウジングを採用していること。形状とこの密閉度のおかげで、見た目によらず遮音性が高く、ノイズキャンセリングヘッドホンでなくても、周囲の音量をブロックすることができる。装着した時に、明らかに他社のモデルに比べて遮音性の高さを感じたぞ。
そんなわけで、低価格ながら評価の高いクワークス。しかも、スマホにつなげても十分になる手軽さも備えてる。なるほど、これは人気になるわけだ。その上で、僕は、DRN の MT1K や、CCA の CRA が、十分にこれに対抗できるモデルだとも感じる。これを触った人がベタ褒めしたくなるのはわかるんだけど、このレベルのイヤホンですら、独走できないくらいにライバルはいっぱいいる、ってことだ。クワークスの魅力は、高音域の明瞭さ、装着の気軽さ、価格の気軽さ。一方で、低音域及び超低音域に関しては、6mm のダイナミックドライバーを選択したことによって、10mm の方がどうしても説得力のある音色が出やすい。例えば、DRN の CS2 なんかは、よりダイナミックな鳴らし方をするイヤホンだし、MT1 も、同じような味を持つ1台だと思う。また、超高音域に聞き応えがある1ダイナミックドライバーというと、CCA の CRA をベタ褒めしてたのはレビューの通り。なので、このイヤホンが素晴らしいのは間違いないんだけど、独走状態じゃない、ということだけは主張しておきたい。その上で、このイヤホンが良いイヤホンなのは胸を張って保証できる。国内でポンと2000円出して買えるイヤホンの中では、間違いなく最高峰のイヤホンだ。耳に近く、ダイレクト感のあるドライバー、軽い装着感、ある程度の広がりを感じる空間。特に、6mm のダイナミックドライバーを採用した中華イヤホン、低価格域はほぼライバルが存在しない状態なので、そこにドカンとトップクラスの完成度を持った本気が投入されたのは、本当に大きい。一方で、2000円クラスというと、出来のいい低価格ハイブリッドが見えてくるクラス。つまりこれだけ完成したイヤホンが2000円で売られても、すでにライバルがいるという恐ろしい状態だ。ワクワクしてくるなこんなの。というわけで、クワークスは間違いなくおすすめなんだけど、あなたの好み一つで、もっとすごい気に入る2000円イヤホンが見つかる可能性は十分にある。在庫が戻るまで、おとなしく待つのもいいんだけど、少しばかり、自分の好みに合ってるかどうか、というのを探してみてはいかがかな？と、こんなところだな。個人的にも結構好き。多分、ここまで評価が過熱してなかったらベタ褒めしてたんだけど、もうベタ褒めしてる人が多いと天の弱になる性格のせいで、他の2000円クラスのイヤホンを色々聞き比べてみたらこんな感じになった。僕にとっては、2000円クラスのおすすめは未だ KZZSKX なので、君も自分の耳でおすすめを探してみるのも、またイヤホンの楽しみの一つだぞ。2000円のイヤホンを賢く買ったはずが、5万円くらい使う羽目になるけどな。といったところで今回はここまで。良いのには間違いないから、他の聞かずに買っても大丈夫だ。